美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯旅は北海道美味しいラーメン10選。それでは早速、 Let's get it started. 1. 八谷。北海道でラーメンといえば札幌味噌ラーメンと旭川醤油ラーメンが二大巨頭。北海道のラーメンには道外にない良さがありますね。麺が美味しい。ラーメンシックになりますね。数ヶ月も北海道離れてると。なるなる。そして旭川ラーメンといえば加藤ラーメンですね。この加藤ラーメンの麺がうまいんですわ。これが札幌の麺とは対照的な低加水のナチュラルに小麦が香る麺。はい、これは低加水麺なのでマッハ食いしないとどんどん伸びてブヨブヨになっちゃいます。なのにですよ、私キャッターなので、猫舌ね。そうそう、小頭ラードで熱々のスープが嬉しいやら恥ずかしいやらジレンマと戦う数分間、これがねまたたまらないんですわ。ド M でんな。どっちかっていうとね、この小頭ラードと豚骨白湯のマーブルスープ、非凡だね。熱いのをやけどしながらハフハフズルズルいただきますと、アンリマー、この味はここにしかないオンリーワンテイスト、マーベラス八谷さんなのでございます。なんで旭川じゃあ昭和30年代巨人大砲卵焼きではなく祭り映画八谷だったってんだから驚きだよね。そんなに人気だったの八谷さん？そうなんだって。蜂蜜の使ったアイスクリーム屋さんからの大躍進だね。だから八谷さん？そうだよ。だって名字は加藤さんだ。加藤製麺一族だからね。あ、そっか。2. トンペイ。お次は帯広。あんまラーメンイメージない帯広だけど美味しいの結構あるね。いろいろ美味しいんだよね、帯広はね。こちらは塩が一押しのお店だけど全部美味しい。私は醤油推し。塩も味噌も美味しいよね。何を食べてもべらぼう級に美味しいと私は感じます。旭川っぽいラーメン、低加水細めの縮れ麺が優しいスープによく絡む。何やらとんぺいさんは旭川の麺屋さんのご出身らしいわよ。あ、そうなの、そういうことかい。だから旭川っぽいんだ。納得だね。一番近所に欲しいタイプのラーメン屋さんだ。わかる。だけどしょっぱ口の人には合わないかも。我々が好きってことはそういうことだよ。あ、そっか。このチャンネルはテレビでグルメ番組を見て美味しそうなものを日本中食べに行った結果あれになりましてね。まあテレビは何でも美味しいって言うからね。そうそう、取材交渉して OK もらって放送する手前美味しいとしか言えないのはわかる。そりゃそうだ。なのでもうちょっと味が伝わるものをってことでこのチャンネルは始まっております。それゆえ完全ステルス、取材交渉アポなし、ゲリラ撮影顔出しなしで行っておりますのでね。美味しい、また食べたいと思ったお店以外は紹介しないんです。食べに行って撮影はしてもオンエアしないという方式になっておりますのでね。なので視聴者さんからご紹介いただいたお店でも私たちの好みに合わなかったお店は食べに行った結果ボツとさせていただくこともございますので、あしからずその辺はご了承くださいませ。よろしくお願いします。食べに行ってくれてないのかなと思うんだけども、はい、行ってるんです多分。そういうことなんです。 3. 270 Godo Dano Tantan Men。お次のラーメンはこれ、担々麺。これもやみつき。しびれ香辛料ホワジャオピリッピリ、入れすぎに注意。しびれてまひっちゃうよ。店主自ら担々麺の生まれ故郷四川省の山奥まで行き生産者と会い直接買い付けたという四川ホワジャオ。日本未入荷の香辛料を仕入れ175度の油でラー油を自家製で作っているというから筋金入りね。すっごい気合入ってるね。でのめっちゃ美味しい。でのやみつきでの175度での担々麺。そう、私たちはしょっぺいのは苦手だけど辛いのは大好物なので、辛いの苦手な方はごめんなさい。これは辛いは辛いけどむしろしびれ系だね。辛しびれ、これやみつきね。4. Takaraya。昭和41年創業、稚内駅前の老舗ラーメン屋さん。こちらのラーメン、昔懐かしい素朴なラーメン。塩が特に美味しいんですよね。優しい味なんだけど物足りなくなりがちな塩ラーメンが多い中、
こちらの塩ラーメンの説得力はなかなかのものですぞよ。そうそう、塩ラーメンは塩味がきつくなりがちで苦手なんだけど、ここのはグビグビ飲めちゃう優しさ。はい、おっしゃる通りです。チンタン系の塩でここまで説得力のあるラーメンはなかなかないですぞよ。塩ラーメンって言ったら函館イメージなんだけどね。そうだけど、そういうことなんだよね。5. Ame wa yasashiku. こちらは鶏レバーペーストを溶かして食べるラーメンで、ラーメン愛好家を驚かせた1号店に続き、またまた衝撃的な美味しさのラーメンを食べさせてくれるお店。おしゃれなダイニングバーのようなインテリアでビジュアル系みたいなラーメンなんだけど。そうなんです。見た目は綺麗だけど見かけ倒しではありません。これがまた美味しい大好きな塩ラーメン。そもそも鶏白湯なんでね、鶏白湯自体が好物なんですが、これはその最上級。秀樹感激。ホタテのペーストなる未知の練り物がトッピングされててね。そうそう、店主曰くペーストを徐々に溶かしながら起承転結を感じるラーメンを楽しんでいただきたいとして考案したんだそうな。1号店の鶏レバーペーストを溶かして食べるラーメンも衝撃の一杯だったけどね。おいちゃん、この2号店の鶏白湯にぞっこんさ。アンダー1000円でいただけた頃が懐かしゅうございますが、ちょっと高いんでね。でも価値ある一杯かと思いますよね。盛り付けがとってもビューティフォーで、もったいなくてどう食べたらいいのか悩まさる。丁寧な仕込みで素材に対する愛情が感じられますね。2種類のチャーシューに2種類のごぼうのトッピングなど、今までにはないタイプのラーメン。ごぼう好きの飯旅ーズにはたまらないラーメンね。女性のお客さんが多いのも納得。半数ぐらい占めてたもんね、女性が。ラーメン屋で女性が多いってのはなかなかレアですぞ。それだけ優しい味ってことね。ラーメンは優しくさ。6. Today's katsu curry. Chuka jigan shuka. 当別の中心にある野郎どもに大人気の中華屋さ男性率 100%、 いつもグリーンがこう一点にんね。カツカレーラーメンがうまいってんでね、そりゃいただかないわけには参りません。すんごいじゃない。大好きなカツカレーもラーメンも一度に味わえちゃうなんて。いやでもね、ラーメンも好き、カツカレーも大好き。でもカツカレーラーメン、いやいや混ぜない。どうして？好物だらけじゃん。石田ゆり子も好き、吉高由里子も好きさ。でも小池百合子は違うんだよ。もうなんだそりゃ。ということでこれだ。おっと見た目はそんなに美味しそうじゃないぞ。確かに。どっちかっちゅうと小池寄りのゆり子って感じ言うね。あれだけどこれうまいぞ。カツカレーラーメンの中では一番好きなやつだこれ。なんとなく塩ラーメンにカレーをかけてる感じで割とあっさりしてんだよね。これならいける。ほんとだ、意外とくどくないのね。カツがスープに浸ってもさっくりしてるのが不思議な感じ。しかもすげえカツも美味しい。よかったじゃん。食わず嫌いだったんじゃない？ってことはゆり子も。いやそれは違うの。そうなの？ 7. Haruichi ya sandaime. 超メジャー味噌ラーメンの大御所、さゆみさんの向かい側にございまするこちらのお店、いつも混んでて気になっておりました。さゆみさんを目指して来て大行列を見てチーンになってラーメン口になった腹ペコさんたちがこっちでいいか的に来てるのかと思いきや、どうやら実力で人気みたいなのですね。ちらりとメニューを覗いてみたら、なんとエビラーメンかき揚げタイプだ。そんりゃこのかき揚げおじさんが黙ってるわけはない。エビラーメン、そりゃうちのエビクレイジーなカミカミカミさんが黙ってるわけはない。行くっきゃないでしょう。今でしょう。ってことで訪問。何やらプロゴルファーがたくさん来らっしゃるのね。丸山茂樹に宮里兄弟、星野秀正。芸能人もいろいろ来てんのね。知らんかったのは私たちだけね。いやこれが美味しかったっすね。特にエビラーメンいいですね。かき揚げも最高にマッチングの濃厚ながらも優しいエビスープが最高。私このエビラーメン一番好きかも。このエビラーメンがいい。これはなかなかのダークホースですぞね。 8. Meneiji Hiragishi Base. 2006年創業。ラーメンにジュレを乗せたことで驚かされたのは私たちだけではないはず。やったよね。ラーメンにも泡やらジュレやらなんだか楽しくなってきたよ。
試行錯誤する中で濃厚な味の限界を感じ、濃厚なラーメンはすごく美味しいけど食べ飽きるってのが引っかかり、そこでひらめいたのが旨味と酸味なんだって。それで柚子の香りの和風だしのジュレってわけ。賛成。賛成。最初はいいんだけど後半飽きんだよね。確かにこういういいラーメンはありがとうだぜ。濃厚な魚介豚骨に柚子ジュレ、これナイスアイデア。さっぱりと食べ進められるね。柚子効果助かる。そして蕎麦湯もテーブルに置いてくからね。やって蕎麦屋じゃないから蕎麦湯じゃないでしょ。スープ割りね。そういうのかい。用途は一緒。確かに。これが嬉しいじゃないのね。スープ貫通できるお店なんて札幌にはあんまないからね。蕎麦湯があれば大丈夫。だから蕎麦湯じゃないって。9. Menyar Saimi。ずっと食べログ、北海道ラーメンの頂点に君臨し続けるこちらのお店。そもそも食べログってあんま信憑性ないと思うけど、このさゆみさんに関しては意義なしだね。ラーメンが目の前に運ばれてきた時の香りからぜひお楽しみください。こんなに食欲をそそのかす香りのラーメンはなかなかありませんぞ。確かに。なぜに揚げな香ばしい香りが。キッチンの手元は絶対に見えないように固くガードされてるからわからないけど、最初の店の時からね、一般的な味噌ラーメンとは作る工程が違うと思うんだよね。そうなんだ。多分だけど、じゃなきゃこんなにシャキッとしたもやしにならないと思います。なるほど。確かにさゆみさんのもやしはシャッキシャキよね。でしょ。これがうまいっしょ。優しめの味噌スープにシャッキリもやし、食欲をそそのかす香ばしい香り、そして森住さんの麺ね。同じようなラーメンを出すすみれ直系 OB 会のお店は数あれど、今のところはやっぱさゆみさんかなと思いますね。あとは視聴者さん推しの千住さんね。長年すみれの村中さんの下で右手的存在だったというお方のお店だね。そうなの？なんか村中さんの同級生らしいんだよね。あら、ジャンボとさぬきキャディみたいな関係ね。確かに。千住さん楽しみだね。その模様は近々ね。 10. Newell's Japanese Toku Ichi。 こちらのラーメンは一食ですぞよ。古典的なラーメンはもういいかなって方におすすめの一杯。これはラーメンじゃないって言い切る人もいるけど、おいちゃんは美味しいラーメンだと思います。逆輸入左ハンドルのホンダアコードみたいなラーメン。なんでホンダ？レクサスだとちょっとギラギラ感が違うかなとね。確かに。ってことで、とってもネオなラーメンでございます。実はこれ系、イタリアン系もフレンチ系も結構アレンジラーメン全国的にちょいちょいございまして、見つけるたびに食べちゃってる飯旅ねえ。でもこれ一番最初に知っちゃってるから、他のところで食べるとはぁってなん。結構有名シェフのお店とか行ってもね。ねえ。王道の札幌らしいラーメンが食べたいのならここではありませんが、全国クラスに最先端のネオな美味しいラーメンがいただけます。泡の味変ってフレンチねえ。ということで、北海道のお気に入りラーメンズをご紹介しました。北海道言うても札幌が多くなっちゃったけどね。そりゃそうなりますわね。今回10軒に絞りましたが、まだまだ他にも大好きなラーメン屋さんありすぎて困っちゃうレベルなんでね。今年の日ハムスタメン状態ですわ。ねえ、選手層厚すぎ。ちょっと巨人に貸してあげたいくらい。ほら怒られるぞ。さて、ラーメン系の特集も何本か過去に出してますのでね、ラーメン好きの方はぜひご覧になってみてください。長かった冬も終わり、春はそこまで来ております。本当はね、もう1ヶ月ほどかけてあちこち食べ歩きながら桜前線とともに北上して北海道に帰ろうと思っていたのですが、そうなの。お車ちゃんの調子がちょっと悪くって急遽北海道に戻ることにしました。なので来週くらいからかな、北海道の新ネタもお送りできるかなと思います。楽しみ。だいぶ溜まってるよね、北海道のタレコミ。すぐ北海道ツアーに出かけなきゃ。車次第だけどね。そうだった。北海道の美味しいお店、引き続きどしどし教えてくださいな。よろしくお願いします。Jikano Mesh Tabiwa Zet Taimata Tabathai Hidaka Wurakawa Kaiwai Des O Tano Shimi ni See you soon。飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅チ
地名で YouTube 検索して気になる地域の動画をよ動画ご覧ください。ろしくしなく。はい、これは溺れました。大丈夫ですか？早く食べたいのに食べられない。ジルメンマと戦う数分間。惜しい。ね。楽しいね。食べに行ってくれてないのかなと思うんだけども、はい。行ってるんです、多分。そういうことなんです。失礼します。ガチャンと。コンコン。入ってまーす。何これ。わかんない。なんでそうなったんだろう。わかんない。失礼しますって言うからつながるよ。出てたのかと思ったら入ってきちゃった。175度の油でラー油を自家製しそをして待ってるのが筋金入りだね。そうそう。塩ラーメンは塩味がそうそう、塩味はジャンボさんと讃岐キャドさんみたいな。